どうですか？今日のこの着物似合ってますか？そしてこの家紋かっこいいですか？僕は今年で40歳になるんですけれども、観賞魚のビジネスをしてちょうど人生の半分を過ごしました。それを記念にもう覚悟というか、木村家の家紋を新しく金魚で作ったんです。そしてその家紋を作った時のコンセプトをそのままに、今日のためにあつらえたのがこの着物です。そういうのもテッドの人が、木村さんは歌舞伎のセッションだからね、期待してますよなんて言うんで、ちょっと気合い入れたんですけど、なんか意外と他の登壇者の方見てると普通の格好してるんでなんかちょっと騙されたかななんて思ってるんですけど、でもちょっといい気分です。はい。こんなかぶいた格好で皆さんの前に立たせていただいているのも、アートアクアリウムプロデューサー、アートアクアリストなんていう、なんだか芸術的なクリエイティビティあふれたなんか人物として紹介されたわけですけれども、そうすると当然なんかいろいろそういう勉強ですね、なんかどこかの学校や先生のもとで学んできたのではないかと、そういう質問をたくさんの方に聞かれるんですが、実はそういったところは僕全然勉強したことないんです。どちらかというとアートアクアリウムの世界を作り上げるための経験、実績、自信は観賞魚のビジネスをやってきた中で培ってきたものがベースとなっているんです。こちらの大きな画面に先ほどから流れている、これは僕の代表作「1000匹の金魚が泳ぐ花魁」という作品です。これはちょっと画面で見るとわからないんですが、最大直径2メートル、高さは2.4メートル、重さは 1.5 トンもある、とても大きな作品なんです。実際見たらすごい迫力だと思いますよ。ではアートアクアリウムとは一体何なのか。この作品のアートアクアリウムとは普通の水族館のような生態の展示とは違く、魚が泳ぐ水槽の形、そこに泳がせる魚の選別、そしてそれらに対する演出の数々、そして会場構成、そういったものを初めから一つにし、コンセプトデザインをし、それに基づいて作り上げるのがアートアクアリウムの世界なんです。こちらの作品のテーマは江戸の花町です。ゆらゆらと泳ぐ金魚たちは華やかな女性たちを表しています。一匹一匹のきれいに舞う金魚たちを華やかな女性たちと見ることもできますし、この作品一つを一人の女性と見立て、女性が着ている美しい着物の柄と泳ぐ金魚を見ることもできます。そしてこの花魁という作品が表しているのは、名前の通り少し儚いストーリーも散りばめられています。この作品自体が江戸の花町だと思い、そこから抜け出して生きていくことができない女性、その女性の運命と人の手によって人に鑑賞されるためだけに生み出された金魚、その金魚と女性の生き様を重ね合わせて感じることもできると思います。そう、これ自体が美しい着物を身にまとった花魁そのものなのです。そしてさらには、この作品の中に泳いでいる金魚たちは一流の高価な品種などではありません。あえてそうですね、名もなき雑誌のような、人の言葉を借りて言うならば、名もなき家から出た
貧乏な家から出た地位の低い家の金魚たちなんです。そういう金魚たちですけれども、この作品の中に入った瞬間にスターになるのです。僕の展覧会の中でこの作品を展示すると必ずその会場の中にどんなに珍しい魚が他に泳いでいようとも、他のたくさんのいろいろな作品があろうとも、必ずこの花魁が花形となるのです。それは生まれ持った運命によって花街の世界で生きていかなきゃいけなくなった女性が歯を食いしばり、その世界で抜きん出て花魁と呼ばれた時に、花街の内外から羨望の眼差しで見られる、その瞬間を表している作品なんです。このようなコンセプチュアルなアクアリウムは普通のアクアリウムと違い、ただ生態を生かせばいいだけではありません。当然とても美しくなければいけませんし、人に感動を与えるインパクトを持ち合わせてなければいけません。ならば、じゃあそういうアクアリウムをなぜ僕が作ることができたのか。それは観賞魚のビジネスを通じて得た実績がそれを作らせたものだと思っています。観賞魚ビジネス、その中でもとりわけ生態を扱う分野には3つの大きなポジションがあります。まず一つは小売店、お魚熱帯魚屋さんですね、金魚屋さん。そしてその次は問屋、そしてシッパーです。これらの3つの持っている分野の持っている要素は各々全く違うポイントが重要なんです。同じ分野でありながら。例えば小売店、熱帯魚屋さんはきちんと魚が生きられる環境を用意して、その中でいかに長く魚を飼うか、それが一番のポイントです。そして生態の細かいいわゆる特徴まで知り尽くし、それに対するものをいろいろ与えなければなりません。そして問屋、これは世界中から魚を集め、そういう小売店のような商売しているところに卸すのが商売なんですが、本当に遠くの国々からも魚を集めますので、届いた時の魚は非常に疲れています。それを的確な判断によって元の元気な状態に戻してやる、それが一番のポイントなんです。そしてシッパー、これは原産地の最前線において魚たちを集め、そして世界中に届ける、そういう役割です。ここで一番重要なポイントは魚の目利きです。最前線で目利きを誤るわけにはいきません。ああいう業界は必ず現金商売ですので、魚とお金を交換した瞬間に全てのリスクはこちらになります。なので買った5秒後に死んでもこちらの責任なんです。もう一つシッパーがある重要な役割は、先ほどの問屋と同じように届いたいっぱいいろんなところが届いた魚を復帰させることはもちろんのこと、今度は世界中にさらなる長旅をし得なければいけないのです。それは魚一つ一つの一匹一匹の種類の生態を知り尽くし、その限界値をきちんと理解し、出荷前のケア、そして必要にして十分の梱包をして送り出してやることが重要なんです。この必要にして十分、これが非常に重要で、高いフレートチャージを払ってのインターナショナルシップメントですので、そんなにゆとりを持った梱包はできないんです。なので魚の限界値をきっちりと知ることが重要だということなんです。
僕は実はこの3つの生態を扱う観賞魚ビジネスを全て経営者として経験してきました。この経験がアートアクアリウムという世界を生み出す本当に重要な要素で、その中の一つでも欠けていたらこの世界観は作れなかったかもしれません。こういう経験をしている人間は世界中広く探してもあんまりいないんじゃないかなと思っています。ただ経験するだけではない、経営者として体験すること、大切なお金をちょっとしたミスで消えてしまう生きた魚と交換し、そしてそれを殺さずにビジネスを続けていく、それに対する知恵と並々ならぬ労力、それを続けることによって斬新で新しいアートアクアリウムという世界の扉を開けたのではないかと僕は思っています。そこで培えた能力にアート、デザイン、エンターテインメント、そういったものを、そういった魔法をかけるのがアートアクアリウムです。ただ先ほどの話の中でそういった勉強は僕は全くしてないと言っていましたが、勉強してくる時間はなかったんですが、常に自分の大好きなものとしてプライベートの時に傍らに置いていました。強いて言うならば課外授業ですね。ここでも身銭を切るわけですが、一つだけ誤解しないでほしいのは、本当に僕はどっかのボンボンとかではなく、19の時に観賞魚の業界に飛び込んで、そこから稼いだお金でちゃんと経験してきたものです。そこで僕がさらに思うのは、そういう大好きなものに対する情熱、ホビストとしての情熱が新しいものを生み出す時には必要なんじゃないかなって思うことです。人にものを伝えることができるアート、美しいものを形作るデザイン、人に感動を与えるエンターテインメント、そういったものは僕にとって本当に憧れの存在でした。そういう憧れのものと自分が培えたアクアリウムの世界、それを融合させて形にしていくという欲求、観賞魚にしたってビジネスをしたといっても、僕はどこかの大学を出ていたり教授と呼ばれているわけではありませんから、一ホビストの端くれでしかありません。だけれども、そういう中で何か作り上げるというホビストの情熱、そういったものが魚をきちんと生かすというテクノロジーの進化にも役立っているのではないかと思うこともあるんです。そして思えば叶うという話の中では、こちらにあるこのガラスアート、これは僕がデザインした金魚鉢なんです。これは作ったと言ってもですね、知ってる人はいると思いますが、イタリアはベネチアのベニーニという世界最高峰のガラスアート工房でデザイナーとして仕事を委託されデザインしたものです。こんな何の証明書も持ってない情熱だけを持った人間でも、そういう既存の領域から認められ、こういう仕事を与えてもらうことだってあるんだと僕は広く感動しました。そしてその仕事が来た時に何を作ろう思った時に真っ先に思ったのが金魚鉢です。ベネチアのガラスアートといえば世界的な伝統工芸です。そこに江戸の文化で生まれたガラス工芸の金魚鉢を融合させる、そういうきっかけを絶対に生かしたいと思いました。それで生まれたのがこの金魚という作品なんです。いっぱいもっと話したいことはあったんですが、時計を見るとちょっと時間が少なくなってきたので、ちょっと話を巻いて話しますと、もう一つ僕がアートアクアリウムという世界を
形作りにあたって重要な、なくてはならなかったもの、それは僕が日本人であったからできた、そのことに他なりません。日本の職人芸、職人技、そういったものは非常に類いまれなる力を持っています。例えば僕のアクアリウムアートを作るアクリルの加工技術、その職人芸は世界に誇る日本の匠です。生態系を作り上げるための消化細菌バクテリアの高速高濃度培養、これも日本の会社が特許を取っています。そしていろいろな面白い空間を作るための海上造作施工のきめ細かいスピーディーな技術、これは本当に日本人の精神、それをもってする最高のレベルだと思っています。最後に僕はいつもアートとして昇華したアクアリウムの水中世界を体験してもらいながら、そこに込められたメッセージを感じてもらいたい、そういう気持ちでいつもプロデュースをしています。僕が創作するアクアリウムアートとは、プロダクトや空間のデザイン、演出と水槽の中の生態系の融合です。人の心をつかむ技術の先には、地球が生み出した自然美の美しさがあります。金魚は人の手によって生み出されますが、自然の摂理の中にあることは間違いありません。僕は自分の作品と出会ってくれた人たちに、そういう美しいものを守りたいという小さな気づきを持ち帰ってほしいといつも願って活動しています。ありがとうございました。はい、木村秀人さん、ありがとうございました。